タイのドリンクって安くて美味しいんだけど。ちょっと待った。タイ旅行で一番多いトラブル、実は水なんです。屋台のカットフルーツやホテルの水道水で歯磨き。これ実は NG なんです。見た目は綺麗でも水道水は飲めないし、屋台のカットフルーツや氷でもお腹を壊す人が続出中なので、飲み水は必ずペットボトルを購入しよう。屋台の氷も製氷業者のものなら OK ですが、見分けるのが難しいので注意。まあちょっとぐらい平気でしょと飲むと、旅の予定が丸ごとパーになることも。経験上、水道水でもうがいや歯磨き程度なら問題なし。私たちはなるべく綺麗なお店を選んでいますが、タイでお腹を下した経験はまだありません。ちなみにタイに行ったのは3回、合計50日ほど滞在しています。せっかくのタイ旅行、体調を崩さずに楽しむためにも、水には注意が必要です。ということで、今回は旅行者が知っておくべきタイの注意点10個を実体験ベースで分かりやすく紹介していきます。まずはこれ、よーく見てください。何か違和感はありませんか？旅行者が必ず戸惑うのがトイレなんです。タイのトイレでは紙は流しません。多くのトイレで紙を流さないのが常識なので注意。使用後の紙はこの横のゴミ箱に捨てるスタイルなんです。では最初に見たこのトイレの違和感は分かりましたか？実はトイレットペーパーがどこにもないんです。なので紙は持参が必須です。これかなり大事なので持ち物にメモしておいてください。場所によってはトイレの前に有料で販売していることもあります。もちろん高級ホテルや新しい商業施設では紙を流せる場合もありますが、油断すると詰まることがあるので注意です。次は交通事情。有名な話ですが、バンコクの渋滞はとにかくひどい。タクシー、車で移動する際は通勤・帰宅ラッシュの時間を避ける。時間に余裕を持っておくことが大事です。さすがにこんな渋滞は無理。そんな方には渋滞を避けられるバイクタクシーも選択肢の一つです。他にも個人的によく活用していたのは BTS、MRT です。電車は渋滞に巻き込まれないし、安くて涼しいから快適。意外としっかり時間通り来るのもおすすめポイントです。実は人気観光地には船でもアクセスできます。ワットポー、ワットアルンなどは船でも行けちゃいます。こちらの動画で乗り方など載せています。ローカル感を楽しみたい方はぜひ乗ってみてください。次はこれ。タイといえばやっぱり屋台グルメ。見てるだけで食欲をそそりますよね。どの屋台も本当に美味しそうなんですが、実は選び方次第でお腹を壊すこともあるんです。見分けるコツは油の色と温かさ。古い油や冷めたお惣菜は避けよう。美味しくて安全なお店の目印は地元の人が並んでいる屋台。味はもちろん回転率が速くて新鮮。余談ですが、タイで屋台を楽しむときはウェットティッシュを持っておくと便利です。食前も食後も大活躍します。屋台はタイ文化の象徴。ちょっと気をつけるだけで最高のグルメ体験になります。こんな感じでこのチャンネルでは旅行前に知っておくと得する情報やリアルな旅の様子をまとめています。ぜひチャンネル登録して他の旅動画もチェックしてみてください。概要欄にタイに関するおすすめ動画も載せています。次は旅行者が一度は体験するタクシー・トゥクトゥクの罠についてです。タイに来たら一度は乗ってみたいトゥクトゥク。見た目も可愛いし風を感じながら走るのが最高。でもここに落とし穴が。料金トラブルや遠回りは観光客のあるあるなんです。到着時に約束と違う金額を請求されるなんてこともよくあります。タクシーも同様にぼったくりが日常茶飯事。そもそも初めからいいねをかなり高めに設定されます。どうしてもタクシーに乗る場合はメーターを使うように伝えよう。不安な方はグラブ、ボルトがおすすめです。タイで主流の配車アプリで事前に料金がわかるので安心。ただ最近は稀に配車アプリを使ってもぼったくられるケースがあるらしい。もしトラブルが起きたらすぐにカスタマーセンターに問い合わせしよう。場合によっては返金してくれます。ちなみに我が家の車移動はいつもグラブ一択です。行き先と現在地を入力するだけで簡単に来てくれるし、価格も表示されるから他と比べて判断できるのもいい。移動手段はたくさんあるので、その場に合った方法で旅を快適にしよう。ぼったくりには注意してね。ここで残念なお知らせです。タイの物価はもうそんなに安くありません。
現在円安バーツ高と言われ、1タイバーツ 4.6 円。ちなみに私たちが初めて訪れた約5年前は1バーツ 3.4 円。例えばこのケーキとドリンク2035円。でも5年前の為替なら1490円。物価ももっと安かったことを考えると、昔はもっとタイが安くて行きやすい国だったことがわかります。その他にも旅行に関わる物価を見てみると、シムが1845円、ホテル1泊3930円、ガパオライス272円、トムヤムクン1018円、水32円、タイパンツ416円、牛串46円。安い、高い、みんなはどう感じましたか？動画の前半で紹介したようなタイの屋台を楽しむときは、まだまだ現金が必要です。屋台では大きい紙幣は使いづらいから早めに崩しておくのがおすすめです。両替についてもいくつか注意点があります。空港のレートは悪すぎるので街中で両替した方がレートはいい。中でもスーパーリッチがおすすめです。両替所に行くまでの最低限の現金は空港で確保していくと安心です。楽なので ATM でクレカのキャッシングもおすすめ。いつもこのワイズカードをおすすめしていますが、タイは国際キャッシュカード利用時の ATM 手数料が激高なんです。タイに限ってはこの方法はおすすめしません。海外旅行に行くけどワイズカード知らなかったって方は概要欄に載せているのでぜひ確認してみてください。もう一つ、日本人にはあまり馴染みのないチップについて、サービスを受けた時はチップを支払うのがマナーです。タイはゆるーくチップ文化があるって感じで、チップの相場はホテルなら20バーツ、スパ・マッサージは100バーツ、タクシーならお釣りを渡すのがスマート。一度だけ安い飲食店でもチップを要求されたことがあります。正直そんなにいいお店ではなかった。良いサービスを受けたなら気持ちよく払ってあげましょう。実は多いこの経験。楽しい買い物中気づいたら財布がない。実はタイの観光地ではスリや置き引きが意外と多いんです。特に混雑したナイトマーケットや人気の観光地では複数人で協力してすられることも。一人が話しかけて気をそらし、もう一人がバッグやポケットから抜き取る王道の手口です。対策はシンプル。バッグは前にかける。スマホはポケットではなくチャック付きのバッグへ。そもそもターゲットにならないようにブランド品や派手な服装はやめておくなど、観光客と一目でわかる服装を避けるのも大事です。置き引きも要注意。スマホや財布をテーブルに置くのは NG。 席を立つ際は荷物を持っていく。この辺は徹底してください。日本みたいにカバンで席を取るのはやめておこう。少し意識しておくだけでもスリ対策になります。油断しすぎないのが旅のコツです。突然ですが問題です。タイでやっていけないジェスチャーはどっちでしょうか？ A、グッドサイン。 B、ピースサイン。正解は A のグッドサイン。ここでは言いませんが良くない意味になるので気をつけよう。他にも日本では OK、 タイではダメな行動、言動が存在します。例えば人の頭を撫でない、触らない。頭は神聖な場所とされているので触らない。小さい子供や友人でもやめておこう。お坊さんにも触らない。席を譲る。僧侶はとても尊敬される存在です。特に女性は触れることすら禁止されています。もし電車で見かけたら席を譲るのがマナーです。旅行者はあまり意識しなくてもいいかもしれませんが、王室への批判、悪口は罪になります。これは不敬罪となりかなり重罪なので絶対にやめてください。バンコク観光の定番といえば寺院巡り。ワットポー、ワットパクナムなど旅行に欠かせないスポットですよね。でもお寺に行く前にちょっとストップ。その格好で大丈夫？ノースリーブ、半ズボンなどは基本 NG。 土足禁止なので靴もしっかり脱ぐのがルールです。場所によっては細かなルールもあるから事前に調べてから向かおう。宗教施設なので静かにするのは当然で、お参りに来ている現地の方の邪魔にならないように観光を楽しもう。他にもナイトスポットとして有名なカオサン通りやソイカウボーイは観光客で賑わっていますが、客引きについていってトラブルになることもあります。夜スポットは撮影禁止の場所も多いから無断での写真撮影はトラブルの原因に。観光も遊びもマナーを守って安全に楽しもう。バンコクには空港が2つある。
実はバンコクにはスワンナプームとドンムアンの2つの空港があります。つまり行きと帰りで空港が違う場合があるんです。これ予約時点でしっかり把握していないと帰国時に別の空港に行ってしまうという最悪の事件が発生します。たまーに間違える人がいるみたいなので、事前に予約はしっかり確認しよう。入国時にも注意点があります。2025年5月から新ルールが適用され、TDAC が必要に。TDAC とはタイデジタルアライバルカード。入国情報をオンラインで事前に申請します。申請は入国の3日前からできるので忘れずにやっておこう。質問は日本語にできますが、入力は英語のみ。だいたい10分ほどあれば登録できます。視聴者さんの情報では、もし登録を忘れた場合はタイの空港に着いてからでもできるみたいです。これも大事で、タイは電子タバコの持ち込みが禁止です。普段吸っている人は注意が必要。紙タバコの場合は1カートンまで OK。タイは電子タバコにかなり厳しいらしく、タイでは使用もできません。そしてタイ入国後必ず必要になる SIM カード。空港の SIM って結構高いんです。おすすめの方法は2パターンあり、1、安く物理 SIM を使いたい方はセブンイレブンがおすすめ。さらにもっと手軽に設定安くするならクルックの eSIM がおすすめ。とにかく安くてすぐにネットが使えるので eSIM がおすすめです。ワトケ特別クーポンも概要欄にあるのでぜひ eSIM 使ってみてください。クルックでタイのツアーもぜひチェックしてみてね。ここまでの10個の注意点を守って安心安全なタイ旅行を楽しんでください。最後にぜひチャンネル登録、コメントもいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。See you soon!